はい、こんにちは。今日はね、屋形船作っていきたいと思います。このリゾート地でのんびりとしたクルージングを楽しみたいということで行ってみましょう。まず船の本体は木と草で作っていきます。その辺に持ってきた植物をすでに育ててるので、このでっかい松を使いましょうかね。ベースとなる部品はできるだけ大きい方がいいんでね。っていうのも、大きい部品の方が耐久度が高いので壊れにくいっていうメリットがあるんだけど、しかしさすがにこの大きさだと重い。よし、いっぺん水に浮かべれば簡単に運べますね。で、同じ大きさのものがもう一つ欲しいので、設計図で登録しといて、とりあえずこいつはここに固定で、同じものをもっぺん運んできて、よし、ベースはこんなもんかな。ここから甲板の補強をしていきます。草がむき出しの状態だとちょっと何かを置いただけで損傷していくんでね。よし、じゃあ次は館になる部分を作っていきます。がっつり家みたいにしちゃうと周りが見えなくなるので、障子の枠だけがあるみたいな形にしていきます。あとは屋根をつければ、よし、まあこんなもんでしょ。屋根というかひさしの部品をつけたことで割と屋形船っぽく見えるようになってるんじゃないかな。ちゃんと水にも浮くし、腕力で方向も変えられますね。で、次、動力をどうするか。ちょっとね、最近一部で人力が流行ってきてるので、こんな風な使い棒を使って操作する方法を試してみましょうか。専門用語でセンダーって言うらしいんだけど、今何が起きたのかというと、水底をついた時にその力で体が持ち上がって、それで船から落ちちゃいましたね力を入れすぎると体が浮いちゃうのかな。よいしょ。動かすことはできるんだけど、うっかり浮いちゃうのと、あとプレイヤーは乗り物の回転から置き去りにされるので、油断すると振り落とされそうですね。それを防ぐためには片手で船を掴んで操作するってな方法もあるんだけど、それだと片手で漕がないといけないのでうまく操作できないですね。よし、じゃあベアリングホルスターでプレイヤーを半固定すればいけるんじゃないか。これは割と良さそうな感じもあったんだけど、体の向きを変えるだけで船の向きも変わっちゃうのか難しいかな。とはいえしばらく練習してると、もしかしたらいいんじゃないか。なかなか。あれ、この辺から深くなってるから棒が届かなくなってますね。あとはまあ勢いが止まるまでどこかに流されることはできるし、それでも面白そうなんだけど、一応動きそうな手応えはあったので、単純に
もっと長い棒を使ってみましょうか。少なくとも動かせることまでは分かってるし、とりあえずある程度の荷物を積んでみようかな。いざ。長いものってただそれだけで操作が難しいんだけど、これね、浅いところで長すぎるものを使うと上の方が長くなって操作しづらくなるし、だからといって2種類の長さの棒を取り替えて使おうにも体を固定してるのもあって物の持ち替えが難しいんだよね。ちなみにこれ漕ぎ出す前に設定の昼夜サイクルをオンにしてるんだけど、入り江を出るところまでで日が暮れましたねまあ練習すればもうちょい上手くなる可能性はあるんだけど、この先の海はさらに深くなるのも分かってるので、おとなしく動力を積みましょうか。エンジンもモーターもあるので何つけるかな。せっかくなので前回使った電動一輪車、こいつで動くか。動かないことはないんだけど、さすがに効率が悪いな。まあ地面を走るように作ってたのでちょっとカスタムすれば使えるかな。こいつはね、実は別のものを作るための部品というか試作品でもあったんだけど、シンプルに回転するだけの装置なので、こうやってパドルをつけるだけで一応水上を動けるものができるはず。もうちょい精密に作れたかもしれないんだけど、まあこんなもんでしょとりあえず動くかどうかなんだけど、向き間違えた。まあどっちが前でも別にどうでもいい作りになってるし、ひとまず動きますね。まあ時速4キロ弱なので普通に走るよりかなり遅いんだけど、高速化するとしたらもっとパドルを真面目に作るってのもありだし、それよりも電池をいっぱいつなぐ方が効率的かな。とはいえのんびりクルージングする分にはこんなもんでいいかな。よし、問題なく動くところまで確認できたので実際に海に出てみましょう。さっきから設計図を多用してって充電が足りなくなってるので、とりあえず充電。モーターが1つしかないので火力発電をするためにはいっぺん外すしかないんだけど、これ組み立てる前に充電しとけよかったなまあとにかく充電は OK で、取り付け直すついでにこれ石とかに当たりそうなので巻き込み防止用のバンパーをつけときましょうかね。でこの棒はいらなくなったんだけど、せっかくなので旗にでもしときます。あとは荷物をいろいろ積んでいきます。後で話すんだけどそんなに遠出するわけでもないし、そもそもこの場所には大した荷物がないし、まあ安定確保に若干手間のかかるベアリングをちょっと多めに持っていくくらいで大丈夫でしょう。よし、ではのんびりクルージングいざ。動き自体はさっき確認した通りですね。
ピードは今回は求めてないというか、周りの風景を見ながらのんびり移動できるのがなかなか気持ちいいですね。で、これからどこに向かってるのかというと、いや、これね、この前近くの空中遺跡から見た時の映像が分かりやすいんだけど、ここね、閉鎖された湖になってて、外の海に出られなそうなんだよねなので、どこに流されてもさっきの場所まで歩いて帰れるというか、むしろ歩いた方が早いまであるとはいえ、荷物を十分に積めるキャパシティはあるので、いろんなものを集めながら歩き回るのに適した乗り物みたいな感じですね。まあ、のんびりクルージングしつつも、辺りを見回して資材がゲットできそうな場所を探すってな算段がありもするんだけど、風車が見えてきましたね。日も暮れてきたし、この辺に停泊しましょう。よし、これで移動できる拠点ができたってのもあるし、リゾートクルージングの締めくくりに花火でも打ち上げましょうか。たまやー。こちらは公式ディスコードから拝借した花火会。ちゃんとこれを打ち上げるための資材も持ってきてたんでね。これ現実の花火でもそうなんだけど、映像だと魅力減なので、リプレイの方はぜひ生で見てほしいですね。ということで、屋形船やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ちなみに英単語でハウスボートっていう翻訳はあるみたいなんだけど、どうもね、軽くググってみた感じ、屋形船ってな文化は日本独自みたいで、なんかね、クルージングっていう意味では海外にもあると思うんだけど、この家型っていうのが独自なのかな。ちなみに館って書いて館と同じ発音なのも意図的に語呂合わせをされたものみたいです。で、実は途中ね、パドルが壊れちゃったりもしてて、これ物の付け外しでベアリングが微妙にずれたりして、それでフレーム部分に接触したりしますね。ベアリングを使ったものにありがちな現象なんだけど、まあ気が向いた時に微調整しとこうかな。まあそれはいいとして、今回たどり着いた場所、割と激戦区みたいなので、この先はしばらく武器の開発を進めてみようかな。ということで、次回はなんかでかい武器やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。